どうも、R です。SN 指標ってまるでおとぎ話のようにいろいろな説が浮かび上がってきますよね。今回は SN 指標とよくあるけどステレオタイプにつながりそうなイメージを比べながらお話ししていこうと思います。前回は TF 指標についてよくあるイメージを見てみました。イメージがつくだけあって、あくまでイメージとして見るなら当たらずも遠からずなものも多いというのが面白かったのですが、今回の SN 指標は人間関係に大打撃を与えると紹介されている指標でもあるので、どんなイメージが出てくるのかドキドキしますね。それでは見ていきましょう。イメージ1、妄想好きや今やっていないことに前向きだから直感 N。これが最も強い直感 N へのイメージですよね。今現実になっていない何かを積極的に妄想するのが好きなのが直感 N ということだと思うんですけど、妄想が好きかどうかや興味の対象が今やっていることかいないことかという分類では SN 指標は分かれていません。SN 指標が分かりやすいんじゃないかと思う考え方としては、妄想の内容、つまり情報の種類や今やっていないことのどんな部分に興味があるのかの部分かなと思います。SN 指標の違いというのは情報の受け取り方の違いとも言われています。どんな種類の情報として受け取るのかの部分の違いで、感覚 S は具体的な実際の内容として受け取る。直感 N は抽象度の高い情報として受け取るという違いになっています。これは例えば固有名詞と名詞の違いだったり、実際と概念の違いのようなものです。つまり意識的にどんなジャンルに分類される思考を進めようとするのかの違いではなく、その思考の内容である情報の種類が実際の具体的なことを掴んで処理されているのか、抽象的な概念として処理されるのかの違いになるということですね。だから同じ妄想でも感覚 S のする妄想は具体的な実際に起こりうる詳細な内容かもしれないし、直感 N のする妄想は概念的な抽象的な内容なのかもしれません。さらに今やっていないことについて考えるときも、感覚 S なら実際に具体的な物事や人が具体的にどんなことをするようにしようというような具体的な実行のプロセスとして考える傾向が強い。直感 N なら抽象度の高い情報の組み合わせとして新しい行動のパターンのようなものを考えて、それを実現するには例えば具体的にどうしたらいいのかというような抽象的なパターンを実際のことに当てはめようとしていく考え方になる傾向が強いというようなイメージになります。だから感覚 S だって新しいことに前向きでいいし、逆に直感 N だって新しいことが受け入れられないことがあってもいいんですよ。そもそもこの妄想好きというイメージは感覚 S が直感 N に対して抱く偏見として紹介されている内容を強く反映しているところがあると思うので、直感 N にこのイメージがつくことはある意味自然なことかなと思います。なぜこのイメージになるのか考えてみると、直感 N は抽象度の高い情報を処理していく傾向が強いので、目の前の具体的な何かに対して具体的な対応を提案するという形ではない意見になることが多くなりますよね。すると今この場所で実際に起きているどの部分に反応してどうしようと思ったのかというつながりが見えにくくて当然なので、目の前のことを無視して妄想しているのかと思われやすい部分はあると思います。直感 N は目の前で起きたことに対して何かを考えるとしても、抽象度の高い情報として受け取って処理していくので、アイディアなどがリアルに感じることが難しいと感じられるものになる傾向も強くなるんですよね。それは結局具体的に何をどうするってことと思うような種類の情報として処理していく傾向が強いということです。ただそれは目の前で起きていることを全て無視して
自分勝手に考えを巡らせているというわけではなく、目の前で起きていることなどの情報を抽象化した情報として受け取って、別の抽象度の高い情報と合わせて考える傾向が強いので、感覚 S から見ると、どうしてそれとそれがつながったんだ？唐突だなと思うような情報がつながってくる傾向も強くなると思います。そういうアイデアは時に今までにない新しい発想として重宝されることもありますが、どうしても感覚 S から見ると机上の空論だとか実用性がないというふうに見える場合がある。このことは MBTI へのいざないユングのタイプ論の日常への応用の中でも紹介されています。今回改めて思った SN 指標が人間関係に大打撃な理由は、お互いに相手がどんな情報をどのように見ているのかがイメージしにくいからという理由だけでなく、相手の重要視しているものの重要さが理解できない傾向も強くなるからかもしれないなと思いました。イメージに目に見えないことに興味があるから直感N。目に見えないことというのは、例えば相手が心の中で思っていることやその場の空気などのような目に見えない感情のことだったり、もしくは占いなどのような不思議な世界のことだそうです。やっぱり直感 N には不思議なイメージがあるんだなと感じますよね。ただ MBTI ではいわゆる目に見えないものに注目するのは直感 N だけではありません。例えば感覚 S、感情 F の SF タイプ、その場の温度などの空気にあたるものや相手が今まさに心で思っていることなどの臨場感のある人に関する情報を重視するタイプです。SF タイプは今まさにこの場にいるこの人たちの安心感は保たれているのかという視点を重視している傾向が強く、その場の空気の温度の変化を察知し対応することができるタイプなんですよね。詳しくは概要欄から基本的認知スタイルシリーズの SF タイプも参考にしてみてください。例えば SF と NF の間には感覚的という言葉と直感的という言葉の違いのようなものがあると感じています。さっきの基本的認知スタイルの SF タイプの話の中で僕が使ってみた例えとして、まるでスポーツは上手だけど教えるのが下手な人というものがあります。 SF タイプは自分の感覚として察知できるし、それに合わせて対応もできる。だけどそれを言語化して誰かに伝えるのはどう言葉にしたらいいのかピンとこない。そんなイメージで本人にとって自然な行動としてその場の空気の変化や相手の心情の変化などを読み取ろうとする傾向が強いそうです。そういったその場の空気を察知するというような感覚的な特徴が SF にはあるんですよね。じゃあ NF の直感的というのはどういうことなのか。直感と言われているのはリアルに感じる情報、つまり目で実際に見る、音が聞こえる、温度を感じる、そこにいる、あるというような情報ではない種類の情報として受け取る傾向が強いからですよね。それは目に見えないものが見えているという種類の話ではなく、リアルにそこにあるものをさらに詳細に見ていくという方向性ではなく、抽象度の高い情報として受け取っていくというようなことなんですよね。それこそ固有名詞と名詞の違いのようなものです。担当の田中さんではなく担当者。オフィスのエクセルではなく表計算ソフトみたいなイメージです。ただもちろん目の前の担当者が田中さんだと認識できないという意味ではありません。だから担当者の田中さんではなく田中さんは担当者と捉えているみたいな言い方がもしかしたらイメージしやすいのかもしれません。この SN 指標というのは非合理指標と言われていて、確かに違いが存在するのにその違いを明確に説明することができないと本でも紹介されています。
だから僕が説明できるわけもないんですけど、もし何か少しでも参考になる可能性があるならと思っていろいろ言ってみました。イメージ3、いろいろなことに興味があるから主機能 NE。具体的なタイプが出てきてしまったのですが、まず最初にタイプによっていろいろなことに興味を持ってはいけないということはない。だからどんなタイプでもいろんなことに興味がある人になることができると僕は思います。ただ直感 N でかつ知覚的態度 P という情報を集めていこうとする姿勢が強い人へのイメージとしていろいろなことに興味があるんだろうなと思うのは自然なことですよね。だけど主機能 NE に対して自然に感じるイメージとしていろいろなことに興味があると思うのと、その逆でいろいろなことに興味があるから主機能 NE と思うのとではちょっと意味が違ってきますよね。実際僕の周囲の MBTI の各タイプに当てはまりそうな人たちを見たとき、正直確かに主機能 NE の人たちの興味関心の広さには驚くことがあります。だけどそれはどのタイプらしき人にも同じように当てはまることです。僕から見たらどのタイプの人たちもむしろ人間は誰でも僕が知らないことをたくさん知っているなぁと感じています。それぞれに人生を過ごしてるんだから当然といえば当然ですけどね。だからいろいろなことに興味があるかどうかでは MBTI のタイプを考えることは難しいかもなぁと思います。イメージ4、細かい性格だから感覚 S、大体で生きているから直感 N。これも捉え方がすごく難しい基準で、人によってここからが細かい、ここからは大体だと思う基準もそれぞれですよね。誰の基準で分けるかによって大きく分かれ方が変わると思うし、どんな部分を見て細かいかどうか判断するのかによってもだいぶ変わる部分かなと思います。SN 指標は情報の受け取り方の種類ですよね。だからそれぞれの受け取り方の観点で見ればどちらも細かく見ている部分はあるし、どちらも大体で捉えている部分があると言えると思います。さっきも触れた基本的認知スタイルの分類の中で直感思考の NT の特徴として挙げられるものに理論やモデルを注意深く用いるというものがあります。この言葉をただ鵜呑みにするとしても、理論やモデルというものに対して細かいという捉え方もできますよね。実際僕の周りにいる NT らしき人たちを見ても、理論やモデルにあたるパターンなどが実際にどう適用されていくのかということに対してとても注意深くて、人によってはめんどくさいと感じられるほどでもあると思います。そんな感じで直感 N の人たちは抽象度が高い情報として受け取るというだけで大体分かってればいいとか適当にしたいというわけではないんですよね。逆に感覚 S の人たちは事実と表現される実際に起きることを具体的に捉えていく傾向が強いというだけで、ここはどうなってる、あっちはどうなんだと重箱の隅をつつくような必要のないことでも細かく言及していかないと気が済まないというわけではないんですよね。だから人によっては感覚 S が実際に起きていることをつまびらかにしていく姿勢を細かいと思うこともあるかもしれないし、直感 N が抽象度の高い情報として処理している姿を大雑把だと思うこともあるかもしれない。だけど本人が意識的に細かくしようと思ったり適当でいいやと思っているわけではなく、あくまで印象であるということですよね。もちろん世の中には意識的に細かくしようとしている状態の人や意識的に大体で捉えようとしている状態の人が実際にいますよね。それは確かだと思います。ただMBTI の SN 指標はそういう状態のことを指しているわけではないということですね。ということで今回は
SN 指標によくあるイメージと MBTI の SN 指標を比べてみました。MBTI を知っていく中で結局どの人のどの状態のことを指しているんだろうという疑問が湧くことは多いと思います。そんな時まず最初に考えたいのは MBTI は立ち振る舞いや発言のような外界から見て明らかな行動や意識的な思考の内容の分類ではなく内界で行われる思考のプロセスの違いだということですね。このシリーズとしての次回は外交内交の EI 指標についてです。社交的かどうかだよねや積極性の違いじゃないというよくあるイメージについて見てみようと思います。その前に今回の SN 指標の違いの話が多くを占める予定の主機能直感 N のタイプが一番馴染みのない感覚 S 的な考え方と向き合うときに気をつけたいことや主機能感覚 S のタイプが馴染みのない直感 N 的な考え方と向き合うときに気をつけたいことについて MBTI へのいざないユングのタイプ論の日常への応用の内容を参考にしながら見ていこうと思いますので、ぜひチャンネル登録してお待ちください。最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。